こんばんは、KK バディです。はい、ということでラジオコーナー第7回です。前回から日が空いてしまったんですけど、今回はコペンハーゲンを振り返っていきたいと思います。はい。本日のお供は最近私たちが大好きな極みチョコプリン。はい、ということで今回はこちらのチョコプリンを食べながらコペンハーゲンを振り返っていきたいと思います。けんちゃんは、ダイエット中ですのでチョコプリンはお預けです。はい。太ったんでね。だんだんヨーロッパの後編になるにつれてさ、顔大きくなってきてる気したよね。間違いない。編集でわかる。太ってきてるの。じゃあちょっと一口食べちゃう。いただきます。それうまいよね。美味しい。マジ濃厚。滑らかでさ、クーリッシュのベルギーチョコ味みたいな濃さ。しかもこれ香料、保存料不使用、自家製チョコソース入り。いくらすんだろうそれ。100いくらかじゃない？結構値段優しい感じ。濃厚だよね。一回食べてほしい。これは。プレーンと抹茶とかもあるんだけど、プレーンかチョコがいいよね。でも私はチョコが一番好き。はい、ということでコペンハーゲンを振り返りたいと思いますが、ざっくりどうでしたか？ざっくり。他のヨーロッパより一番寒かった。確かに。5月末だね。で、街並みはとても綺麗。自転車が多い。そんな感じですか。あとはご飯が高い。マジ高かったよね。多分今回行ったイギリス2都市、ブライトン、ロンドンと、あとイタリア、4都市、ローマ、ナポリ、アマルフィ、ポジターノ、デンマークのコペンハーゲンとドイツのベルリン、フランクフルト、9都市なのかな、行ったんですけど、アマルフィとポジターノを都市っていうのがちょっとあれだけど、9カ所行って、その中で多分一番高かったね。イギリスとそんな大差ないかなって感じだけど。コーヒーとか高かった。でも行きたいカフェいっぱいあったけど、1000円以上したもんね、いっぱいね。あとはホテルのご飯が一番豊富だったかな。そうだね。あとさ、ベルリンのつけてくれたとこも豊富じゃなかった？豊富だったけど。そうだね。なんかみんなおとなしめで過ごしやすかったよね、あのホテル。結構ホテルの朝食好きだった。チボリ公園は結局行かなかったんだよね。中入んなかったんだよね。行かなかった。せっかく空いてる時期だったから入ってもよかったんだけど、いっかってなんかなっちゃったね。行ったことある人いるかな。なんか見た目なんかしょぼ遊園地みたいな、ちょっと昔ながらじゃないけど、世界最古だもん。日本でいう花屋敷みたいなイメージ。木のジェットコースターとかあるらしいよ。だからなんかあんまりあれだね、入る気しなかったね。値段もちょっと高めだったし、1万円ぐらいしたよね。なんか多分ジェットコースターに乗らない入場料だけのやつにすれば7000円とかだったっけな。だけどやめちゃったんだよね。なんかデンマークしかその旅行で行ってなかったら多分入ってるんだけど、3週間ぐらいいて最後の方だったし、なんかポキッと折れていっかってなっちゃったね。なんかでも夜ライトアップして綺麗らしいよ。もし行ったことある方いたら教えてください。どんな感じか。人魚姫。人魚姫はやっぱりちっちゃかったね。世界三大がっかりって言われてたけど、がっかりってほどではなかったけど、やっぱちっちゃい感はあった。でもあれみんな見に行きたいんじゃない？ケンちゃんのお父さんも言ってたもんね。言ってたね。見に行きたいって意味不明に。あとやっぱ自転車が多かったね。自転車が走りやすい道もちゃんと車道に用意されてるし、
ドイツもそうだったけど、車と同じぐらいあったもんね、幅が。あと一番いいなって思ったのは子供の乗るところが、日本のママチャリみたいな感じじゃなくて、大人が乗ってるとこの前の下の方に、三輪みたいな、前2個タイヤ、後ろ1個で前に乗せるみたいなね、あれめっちゃいいよね、どうなんだろう。いやでも事故った時がちょっと怖いけどね。前からぶつかるからさ、結局は前がダメージ受けるじゃん、あんだけ前にあったら。それはまあちょっと怖いかなって感じだけど、乗りやすさはすごい乗りやすいし、安定感はめちゃくちゃあると思う。なんか落ちる心配がないっていうか、高さから子供が、って思ったけど、どうなんでしょう。あれ多分日本禁止だよね。ダメだよね、あんな大きいの。いいのかな。いや禁止はないんじゃない？だって三輪たまに走ってるじゃん。まあね。前にはバイクだけかな。よくたまにおばあちゃんとか自転車でさ、後ろタイヤ2個でさ、カゴついてたり、電動じゃなくても、カゴついてたりするやつあるけど、前タイヤ2で日本でってあんのかちょっとよくわかんないね。見たことない気がする。でもやっぱりこう日本人がデンマークに旅行する人って少ないんじゃない？一組ぐらいしか俺見てないよね、デンマークで。そうだね。なんかおばさん3人組ぐらいが一回どっかで、どこだっけ？あれだよ、アイスのとこ。アイスだっけ？アイスのとこであったけど、そこにいたじゃん、チケット売り場のとこじゃない？おばさん3人がさ、船待ってる時にさ、いたねいたねそうだ先に関西弁みたいな人がその一組ぐらいしか見てないから、やっぱり少ないかもしれないね、日本人旅行する人は。生きにくさもあるんじゃない？あと北欧といえばやっぱフィンランドの方が多分日本人は馴染みがあるから、北欧好きはフィンランドに行くかもしれないけど、一本で行けるし、でもドイツからすごく近かったからね、よかったよね行って。ナポリからも別に近かったしね。ナポリからコペン行ったんだもんね。でコペンからベルリンだよね。ギャップがすごかったね寒かったし静かだしみたいな。質問は来てるんですか？来てないんです質問なんかコペン動画マジ人気なくてさ、やっぱ自分からかけ離れてる国だから行きたいとか思うチャンスがないって感じかな。でも不思議なことに行ってみたい国はみたいな、私がアンケート取ったんだけど、見た？いや見てる。結果見た。私が今日の投稿はお休みさせていただきますって投稿したんですけど、 YouTube 上でね。それで皆さんはどこの国に行ってみたいですかってアンケート取った、デンマーク、ドイツ、イタリア、イギリス、どこが一番多かったと思う？イタリア。正解。イタリア 33%、ちなみに89票いただいてます。結構してくれてるそれさ、携帯からしか見れないでしょ？そうなの、携帯からしか。パソコンもテレビも投稿見れないでしょ？そう。どうにかなんかできないもんかね。火曜日の投稿とか金曜日の投稿とかできない時、あとは時間がずれちゃう時とかは必ず投稿のところに今日投稿ないですとか出してるので、携帯で見ていただけたらと思います。2位は2位イギリスで、ブブー、デンマーク。そうデンマーク、で 29% なの、ほぼイタリアと一緒だよ。すごくない？なのになぜか動画は回ってない。で3位がドイツで 20%、イギリスが 18%。 イギリスそんなにいけないんだ。でもまあドイツとイギリス誤差だよね、20%、18% だからっていう感じでした。なるほど。まあご飯はね、特別こうなんか有名なものがあったりとか、これ食べたいとかないもんね。あるじゃん。デンマークといえばスモーブロー。食べたよ食べたけどめちゃくちゃうまいとかさ、なんかうわまた食べたいなって思わないじゃん。私ケンちゃんが頼んだトーベヘルネの
タコのやつとか、うん、私が食べたスモブローサーモン結構好きだった。だけど高いからそんないっぱい食べれないし、なんかしょっちゅう食べるって感じではないけど、うん、味は結構好きだった。また食べたいなって思うんだ。うん、美味しかった。3500円でも。いや3500円はいいや。だよね、うん、そこなんで、ね、なんか値段に引っ張られてるから値段考えなかったら食べたい。でも食事ってそこだと思う、俺大事なの。でもそしたらさ、日本がどんどんさ給料上がっていかない限りはさ、もう我らはさどこの国行っても高いって感じるよ。じゃあ値段と美味しさでしょ。美味しさがセットだから台湾が好きなんだよ、私たちは。安くて美味しい、うん、だから私たちは B 級グルメ派なの多分。美味しくて安いみたいな。そのミシュラン獲得した三つ星とかさ、そういうのに行きたいとかあんま思わないじゃん。まあそうだね。いや3万円のコースとか、でもいや3万円のコース行きたいけど自分の金で行く気にはなんないだからそうじゃんなんない。だからそうなんだよ。もう価値観が B 級グルメ派なの。3万円払って3万円分美味しくなくても3万円分払って美味しいなって単純に思えばいい人もいるじゃん。その付加価値っていうか、そのホテルで食べてるとかさ、このシェフが作ったっていうだけでさ、その素敵ってなる人もいるわけじゃん。あの味でこの値段っていうのに、こう惹かれるんだよやっぱり。だそうです。どっち派ですか？いやこれ間違いないと思う。100% そっちかな。いや 100% ではないと思うよ。安くて美味しいか。いやだから超絶金持ちは3万の飯払おうが、それはだってさ持ってるお金に対しての3万円だからさ、別にうちらが全部10円で食べてるみたいな感覚、10円か30円かみたいな感じ、だから普通の1000円以下のご飯みたいな感覚なのかもしれないけどね、それは分かんないけど。そうだね。でもデンマークって税金が高いから高いわけじゃん。でもその分さ、その税金でさ住んでる人たちには還元されてるから、世界で2番目に幸福度高いっていう結果になってるわけだし、国民には還元されてるからすごいいい国だと思う、し給料も高いから、そのデンマークに住んでる人たちは外食ができないとかそういうこともないから、観光客しか行けないとかさ、そういう感じでもないし、いいシステムだなとは思ったけど、観光客からしてみたら、特に日本人からしたら多分めっちゃ高く感じるよね。そうだね。日本頑張れ。気軽にコーヒーも飲めないからなほんとね、軽く1000円いっちゃうもんね。1000円超えてくるからね。まあでもやっぱり東南アジアとか、そのアジアには出せないさ、この街並みとかはね、あるよね。ニューハウンの色使いほんと綺麗だったもん、もう綺麗とか、やっぱ運河クルーズとかもさ、少しクルーズすればさ、いろんな綺麗なとこがあるじゃん、そのアジアでは見れないようなさ、こうなんか街並みっていうか、建築物がもうアートだもんね。そう、センスっていうかさ、おしゃれ度はすごいよね、やっぱり。ニューハウンの運河ツアーは絶対行った方がいい。1400円とかで1時間回れるから。あの場所がいいんでしょ？そう、あそこ私たちが行ったとこ出発が安い。すぐ歩いて2分のところにあるもう一個の港っていうかチケット売り場で買っちゃうとすごい高い、倍ぐらいするかな。でもなんかデンマークの観光チケットみたいなのが売ってて、公共交通機関がそれで賄えたりとか、あと千堀公園安くなったりとか、そういうの持ってる人はそっちの方が安い可能性もある、けど何にもそういうのない人は私たちが行ったところの方が安いです、そう、あれ良かったよね。いや、あれは結構一番ぐらいいいんじゃない？あの旅でクルーズ。質問は何かありますか？世界一予約が取れないレミの美味しいレストラン。違うNOMA ノマみたいなお店が
ペンハーゲンにあるんだけど、ご飯、ご飯、そこに行ったことがある人いたら教えてほしい。教えてほしい。へえ。なんかそもそも高いと思うから行こうとかも全く思ってなかったし、コペンに行くってなったのも結構直近だったんだよね。最初のイギリスに入るのと帰りがフランクなのは決まってて、間どこ行くか全然決めてなかったから、多分コペン行こうってなったのは突然だよね。クロアチア行けないってなって。クロアチアに行こうと思ってたけど行けなくなったからじゃない。そうだね。でも意外とすぐデンマークってなったり、なぜか。近いから近いし行きたいとこがデンマークだったから、あ、コペンちょうどいいじゃんって思ったんだけど。それに行ったことある人は教えてほしい。いるのかな。何や本当予約取れないらしい。北欧料理。なんか一応コペンハーゲンって北欧の中ではご飯がすごい美味しいって言われてるのよ。でその中でももうダントツトップみたいなお店がある。あとこれじゃない？スタジオアーホイ。これを買ったんじゃないですか。マイベビちゃん。マジかわいい。こっちのニョロニョロみたいなチンアナゴくんはお店の人にこの形の他の色あるって聞いたの。その時は赤しか出てなかったんだよね。赤とか茶色とか。そしたら何色がいいって言われたから黄色でって言ったらいくつか黄色持ってきてくれて、一個一個ちょっと違うから全く同じのはないのね。この顔が違ったりとか色合いが違ったりするんだけど、で私たちはこれを選びました。あ、かわいい。2025って入ってるじゃん。青ほいくん。チュンチュン。これはだからそこに行けばいろんな種類が買える。そう、北欧好きはぜひ。あと IC カード。コペンハーゲンで私たちさ、最初空港に着いた時にもう終電があと5分みたいな感じだったから焦って一番近くにあった券売機で IC カードを買ったんだよね。そうなんかそもそもイギリスもイタリアも改札口があったんだよね、電車乗る時に、だからその乗りで次の3カ国目のデンマークに行ったら改札口が なくて、気づいたらホームにいる。気づいたらもうそのままダイレクトにホームにいてこれ大丈夫かってなったんで無知じゃん。そのままのノリでっていうか意識で行ったらおかしかったっていう、そう事前に調べてなくて、で私たちオーストリア行ったことあるんだけど別でね、オーストリアも改札ないらしいんだけど覚えてないよね。そんな俺電車乗ってない乗ってない、バス。電車乗ったんだけど覚えてないんだよね。バスだけでその改札がない国があるっていう概念がなかったから普通に下降りてっちゃったらホームで、そうで近くにいたリンゴ食べてたおじさんたちにね、どうすればいいんですかって聞いたら、上に券売機あるからダッシュで買ってこいって。その時もう到着が遅くて終電だったんだよ、最後の終電。そう、本当はバスで行こうとしてたのにバス乗り場が分からなくて、急遽電車にしたんだけど電車ももう終電で、やばいって、超焦ってたんだよね。で電車の終電に乗り遅れそうで、気づいたらもうそのままダイレクトでホームにいて近くのおじさん2人に聞いたら上で買ってこい、間に合うかみたいな、なんかさ、映画みたいな感じだったよね時計見て。で上に登って買いに行ったのがその IC カードだったんでしょ、1回分のチケットじゃなくて、スイカみたいなレイセカードってやつで、私たちもキョロキョロする余裕すらなかったから周りを歩かなかったんだけど、その券売機ね、上上がってすぐ一番近いところの券売機で買っちゃったんだけど、そこはレイセカードしか買えなかったの。だけどよくよく帰りまた見たら、その駅でちょっと、歩いて1分ぐらいのところに赤い券売機がいっぱい並んでて、そっちが切符売り場だったんだよね。でもそれはもう全然分かんなかったから、とりあえずレイセカードっていうのを買っちゃったんだけど、80デンマーククローネ、そのカードを作るために払わなきゃいけなくて、デポジットって書いてあるから私帰ってくると思ったの、その80デンマーククローネだけど、それが返ってこなかった。中に入っているお金は返金されるんだけど、
人がいる窓口に行けばね。そのカード自体は返ってきたの？カードは没収されたの？カード没収。カードを返却してその代わりにじゃあ中にあるお金返すねっていう感じ。でも80クローンは取られちゃうの？そう。カードくれないのに？そう。不思議だよね。それデポジットじゃない。不思議だね。カード分の代金ならね、わかるけど、一回買ってまた次使いますよっていう、そうじゃないんだね。だから勝手にスイカと同じだと思ったからさ、スイカって500円とか返ってくるじゃん、カード返したら、それではなかった。だから短期滞在の人はまあ自分たちがあんまり電車乗らないなって思ったら切符の方がいいかな。一回券ね。し、多分返却カードを返却するのもちょっと面倒くさいから、人がいる窓口が全然ないんだよね。で一番大きい駅とか行かないとないから。緑の窓口的なね。そうそうそう。まあそうだな。3泊4泊とかの人だったら切符の方が気楽かもしれない。ただレイセカードを使うと1回の乗車の金額が何十%か安くなるから、いっぱい乗る人はそっちの方が結果的に安くなるかもしれないけどって感じですね。手間がかかります。以上。はい。そんな感じですかね。次回はコペンハーゲンじゃなくてもうちょっと左の町、なんていう町だっけな。ちょっと行ってみたいところあるんだよね。デンマークの。コペンハーゲンってめちゃめちゃ右なの。いや、わかるよ。なんか形変だよね。なんかうにゃうにゃしてるよね。そこにくっついてるのはどこ？デンマークにくっついてるのはスウェーデンとかノルウェー？くっついてない。あれ？単体だったっけ？単体っていうか、私たちが行ったコペンハーゲンの島じゃなくて逆サイのデンマークっていうの。海挟んでもうちょっとあるんだけど、そっち側はくっついてるよ、ドイツとかに。このマルメーとかって何？この右、ちょっと右側の。これスウェーデン。これがスウェーデンなんだ。そうで、私はこのコペンハーゲンじゃなくてオーゼンセ、この隣の島みたいな、この真ん中のオーゼンセっていうところに行ってみたい。ここはデンマークの第3の都市。なんか街並みがイギリスのコッツウォルズみたいな感じで、湖みたいな、なんていうんだろう、川みたいな。やっぱでも綺麗だね。美しい。でも人口18万人しかいないんだって。すごいね。はい、ということで、もしまだデンマークの、動画見てない方がいらっしゃいましたら、この後必ず見てください。3本あります。私のおすすめは2本目の運河クルーズです。美味しいご飯も出てきます。ぜひご覧ください。はい。ではこの動画が面白かったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。質問のコメントもどしどしお待ちしているのでよろしくお願いします。メンバーシップの動画もちょくちょく更新しておりますので、ぜひメンバーシップ登録をしてお待ちください。ではまた次の動画で。バイバーイ。